優れもん自動車用品の草です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、キーレス取り付け。キーレスエントリーはとても便利で、荷物を持っている時や雨降りの時助かるのだ。キーレスエントリーがついていない車もあるのよ。そうなの？過去の動画で熱血洗車磨きをしたトヨタコンフォートにはついていないのよ。キーレスがないと不便なのだ。集中ドアロックはついているのよ。運転席のドアロックを開けると助手席と左右リアドアのロックも解除しているのだ。キーレスエントリーロックマン 12V 用キーホルダータイプです。 24V 用もあります。受信機、リモコン2つ、キーホルダータイプ、ハザード接続モジュール、10ピンハーネス、2ピンハーネス、今回は使用しません。リモコンと受信機はセットアップ済みです。セットアップ不要です。ロックマンのウェブサイトで車種別配線情報をダウンロードしました。クラウンコンフォート、クラウンセダン、キーレス配線 A タイプ、車両側の配線接続箇所、端子番号、配線の色、各情報です。10ピンハーネス、フューズがついている赤い線は常時電源。配線 A タイプの場合は黒色圧線と紫白接続します。電光ペンチのワイヤーストリッパー部分で配線の被覆を取ります。圧線は配線中間部分の被覆を取ります。導線を切らないように注意しながらワイヤーストリッパーで配線を挟みます。ビニールの被覆カットします。被覆を取り除きます。アース線と紫白3本の導線をよじってつなぎます。スプライス端子で導線をがっちり固定します。端子をランナーから切り離します。端子を導線に装着。端子を電光ペンチでかしめます。電光ペンチ一回り小さい箇所でもう一度かしめます。がっちり固定できました。収縮チューブを装着。ヒートガンで収縮チューブを温めます。接続部分に配線用の結束テープを巻きつけ補強しました。アース線と紫白線接続終わりました。別売りのドアロックモーターです。今回は使用しませんが、ドア内部にドアロックモーターがついていない車は必要です。ドアロックのロッドに取り付け、ロックモーターを作動させます。ロックアンロック。イグニッションキースイッチの配線に常時電源を接続します。インストルメントクラスターフィニッシュパネル外します。インストルメントフィニッシュロアーパネル外します。イグニッションキースイッチが隠れています。ヒーターダクト外します。キースイッチのコネクターを外します。8ピンコネクターの7番白青線。電圧を測ります。常時電源で間違いありません。ショート防止のためバッテリーのマイナス端子を外します。白青線の一部被覆を取り除きます。導線を切らないように注意しながらワイヤーストリッパーで被覆を挟みます。ビニールの被覆をカッターでカットします。被覆を取り除きます。ロックマンの常時電源赤い線をつなぎます。ハンダ付けをして導線をしっかりくっつけました。結束テープを巻きつけます。内径5ミリの配線チューブです。
長さ5センチ程度にカットします。配線接続部分の保護と補強です。配線チューブをかぶせて結束テープを巻きつけて終了です。キースイッチのコネクターを接続。カウルサイドトリム外します。集中アースのボルトを外します。ロックマンのアース線です。配線にスリーブを通します。クワガタ端子。クワガタ端子を電光ペンチでかしめ、がっちり固定します。スリーブを引き上げ、クワガタ端子に装着。集中アースにロックマンのアース線を接続。右フロントドアの中継コネクター外します。20ピンコネクターの6番に緑線を接続します。アンロックリレー出力です。6番線の被覆を取ります。配線が切れてしまいました。ワイヤーストリッパーで被覆を取り除き、導線を出します。緑線と6番線をつなぎます。ハンダ付けをします。しっかり接続できました。結束テープと配線チューブで保護と補強。20ピンコネクターの5番緑白線接続します。ロックリレーの出力です。ハンダ付けをします。絶縁処理。ウィンカーのフラッシャーリレー。コネクター外します。ハザード接続モジュール。8ピンコネクターの3番と8番。右と左、ウィンカー出力。廃路線を1本ずつつなぎます。絶縁処理。フラッシャーリレーにコネクターを接続。右ドアの中継コネクターも接続。ハザードモジュール線とロックマンの10ピンコネクターの廃路線を接続。各配線をまとめてくくります。受信機と10ピンコネクターを接続する前にドアロック作動点検。バッテリーのマイナス端子を接続します。書類を挟むゼムクリップを伸ばしたテストピン。ショートしないように注意しながら取説の通り A タイプの作動点検。緑白と黒約1秒接続。ロックしました。緑と黒約1秒接続。アンロックしました。緑白と紫白約1秒接続。ロックしました。緑と紫約1秒接続。アンロックしました。灰色と赤を接続している間はハザード点灯。すべて正常に作動しています。受信機に10ピンコネクターを接続。リモコン作動点検正常です。別売りの LED スキャナー赤色、青色もあります。両面テープ付属しています。受信機に LED スキャナーの2ピンコネクターを接続します。リモコンでロックすると LED が点滅します。ダッシュボードの右端に LED スキャナーを取り付けました。ダッシュボード右端内側パーツクリーナーで脱脂します。受信機の裏側に両面テープを貼りました。ダッシュボード内側に受信機を貼り付け固定しました。受信機のアンテナを結束バンドでヒーターダクトに固定しました。配線をまとめてカウルサイドパネルの内側に隠しました。ステアリングコラムカバーを外して丸洗いします。電気部品スイッチ外します。プリン状石鹸でロアパネル洗います。メーターカウル洗います。コラムカバー洗います。
ロックボタンを押してドアロック。ハザード1回点滅。アンロックボタンを押してアンロック。ハザード3回点滅。カーサーチボタンを押します。ハザード30秒間点滅。いずれかのボタンを押すと消灯します。ロックすると LED 点滅。盗難防止、いたずら防止。ついでに車内の大掃除をすることにしました。隠れていたところはほこりだらけ。シートの下もほこりだらけ。ひどい汚れはありませんが、シートを外して徹底掃除。リアシート座面外しました。リアシート背もたれ外しました。ハイマウントストップランプを取り外し、精製水とマイクロファイバークロスでリアガラス内側の掃除です。左右フロントシート外します。シフトノブ外します。センターコンソール外します。隠れていたところはほこりまみれ。スタンレーのバキュームクリーナーです。ホースを排気側に接続。スイッチオン。ブロワー機能で奥まった箇所のほこりを飛ばします。ホースを吸気側に付け替えます。スイッチオン。強力バキュームクリーナーで砂ぼこりを吸い込みます。助手席右側のフットレスト外します。左側フットレスト外します。左カウルサイドパネル外します。強力バキュームクリーナーでゴミやホコリ、根こそぎ吸い取ります。隠れていたところの黒ずみ除去。強アルカリ電解水、頑固な油汚れやタバコのヤニ汚れなど強力除去できます。強アルカリ電解水原液をスプレー。ブラシでこすります。クロスで拭き取ります。フロアカーペットの黒ずみきれいに落ちます。アクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダル洗浄。ストレスとフロアカーペット洗浄。グローボックスダッシュ周り汚れ落とし。黒ずみベタつきすっきり落ちました。ハンドル周りの掃除。センターコンソールをプリン状石鹸で洗浄。奥まった箇所は洗車ブラシを使いました。シフトブーツも洗います。フットレスト洗います。カウルサイドパネル洗います。ドアスカッフプレート、たわしとプリン状石鹸で洗います。シフトノブ洗います。フロアマットはプリン状石鹸とトイレブラシで汚れを分解しながらこすり落とします。シートは強アルカリ電解水をスプレーしてたわしで優しくこすります。マイクロファイバークロスで拭き取ります。車内の徹底掃除終わりました。僕、この車が欲しくなったのだ。ヤフオクで出品されるかもしれないわね。そうなの？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。